幸せカードが出ちゃってます。幸せ満たされカード。身の回りに、あなたの今、周りに幸せがあるよっていうカードです。これ、運命の転換期です。はい、皆さん、こんにちは。レイコライトです。お久しぶりの動画です。星座別リーディング、何ヶ月かリフレッシュのためにスキップさせていただいていましたが、9月分よりまた再開したいと思います。チャンネル登録をしておいてくれたみんな、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝しております。リフレッシュとこれからやっていくことの準備をしていました。YouTube って投稿の間が空くと、どんどんチャンネル登録が減っていくもんなんですけどね。どこまで減るかなって見てたんですけど、思ったよりもそのままにしてくださってて、とっても嬉しいです。これからもレイコライトは楽しみにしてくださっている方にお答えをしていきたいと思います。それから今回この動画で初めましての方、ありがとうございます。本当にたくさんの星の数ほどの動画がね、存在してますけど、その中でここを見つけてくださり、ちょっと見てみようかなってなってて、そしてこんなところまで、喋りのところまで飛ばさないで見てくださっているのは、やっぱり何かがあるからだと思います。今月をハッピーに生きるヒントを持っていてくれたら嬉しいです。もちろんリーディングは万能ではありません。全人類には当てはまらないです。当然ながらこれは他のすべての動画にも共通していることです。YouTube では大勢の方に向けたメッセージを発信していますからね。受け取る人によっても正解が変わってきます。しかし、ご縁があって、波動があって、この動画を飛ばさないで見てくださってると思うので、あなた様にとっての何かがここにあるんじゃないかなと思います。世界ではいろんなことが起こっていて、不安だったり、辛かったりって方もいるかと思いますけど、まずは自分で自分をハッピーにしていくっていうのが基本です。ということで、今月を最高に生きるヒント、ハッピーに生きるヒント、動画に散りばめていますので、キャッチしていただけたらなと思います。はい、9月使っていくカードはこちらでございます。カードデッキは、概要欄から私の楽天ルームに、URL 置いてますので、そこから気になる方はチェックしてみてください。それでは、お牛座の皆さん、見てみましょう。はい、カードこのように出ました。今回から新しいカードを使ってます。これですね、これ。ユニバーサルウェイトタロットデッキ使ってます。これ缶入りで、すごくコンパクトで使いやすいですね。シャッフルもしやすいです。はい。これ出ました。では、開けていきましょう。画角にね、入りやすいです。今回からケルト十字でやっていこうかなと思います。開けていきましょう。お、いいじゃないですか。カップの10、正位置。今正位置だったよね。でこれで、はい。ハーミット。それからデスカード逆位置。お、なかなか強めのカードが出てますね。はい。5、ペンタクルスの5。はい。いいですね。それからこちら。はい。ワンドのナイト。なかなか勢いがありそう。で、こちらが、はい。ペンタクルスだ。はい。ソードのキング、逆位置。そして、こちら。はい、このカードです。それから、出していきますね。補足のカードが対策のカードと出していきます。ソードの S。逆位置。からこちらは、はい、カップの3。
このように出ました。はい。ではね、こちらから見ていきましょう。これ現状です。カップの10、なんとカップの10の正位置が出てますよ。幸せカードが出ちゃってます。幸せ満たされカード。身の回りに、あなたの今、周りに幸せがあるよっていうカードです。なので、幸せを感じられてる人も多いんじゃないかなと思います。ただね、幸せっていうのは、もちろん主観ですから、恵まれてるのに、あんまり幸せを感じられていなかったり、という方もいるかもですけどね。しかし、このカードが伝えてくれているのは、今月は、あなたの周りにある幸せを感じきってくださいっていうことです。しかし、このフォーカスしないと見えなかったりするものでもあるんですよね。幸せっていうのは。なんで、不幸に、幸せじゃないことにフォーカスしがちな方は、今月はあなたの周りに必ず幸せがある、感謝すべきものがあるので、そこに集中してくださいと伝えてくれてます。そして、身の回り、あなたが今持っているもの、そこにね、素晴らしいものがあるから、感謝すべき素晴らしいものがあるから、それを感じきると、この後、ものすごい素晴らしい展開になるって伝えてくれてますよ。流れとしては、過去、現在、未来っていうような流れを出してます。はい。今を一番に大切にする。今を感じきる。今の幸せを感じきる。ということで、開けていくし、過去の辛かったこと、これは喪失のカードです。何かがなくて辛いとかですね。お金がなくて辛いとか、幸せがなくて辛いとか、それを表すカードです。なので、今幸せだと過去をひっくり返して、過去の認識を書き換えて、あの時あれがあったから今幸せだよっていう認識になれると伝えてくれてます。で、この先も未来にふさわしいカードが出てます。これワンドの2ですね。これは今までの経験、今までのこと、それを踏まえてこの先を見ているというですね、とっても発展性のあるカードです。これが出てるんですね。なんで今月やることは、今を感じきること、今ある幸せを感じきること。しかも、それがね、できる大志田さんなんですよ。それが素晴らしいことです。幸せってあっても感じられなければ幸せではないんですよね。はい。感じられる大志田さんがいるんですね、ここに。もうこれが最強です。なんで今月、とってもいいんじゃないでしょうか。で、このカード伝えると、これ、ケルト十字で今回やってます。で、これがね、ワンドの6、逆位置です。うん。今、幸せとか素敵なものとか素晴らしいものって言ったんですが、この後ですね、この後、今月よりこの先です。あなたの手の中に分かりやすく入ってきます。その成果が。幸せを感じきる、感謝するということが今月のまず一番に来てますが、そのこと、それをやった成果というのが少し遅れてやってきます。それを伝えたいと思います。こんなに感謝したのに、こんなに幸せ感じきったのに、何にもいいことないじゃんって思わないでください。ちょっと先になるんですよ。あなたが今やったこと、今月やること、幸せを感じきること、それがもたらす効果というのは少し先になってやってきます。なんで、目先のいい悪い、目先の勝ち負けにこだわらないっていうことがとっても大事になってきます。長い目で見ていきましょう。はい。そしてね、これがハーミット。今回大アルカナが1枚、2枚ですね。デスカード逆位置。ですね。ハーミットとってもいいカード出てますね。私このカード好きなんですが、研究者のカード。好きなことに没頭する。それから自分の趣味だとかですね。好きな仕事に没頭する。そしてそこに光を見出すというカードでもあります。それから今回は、
お役目的なことかな。そこに気がついたりとか、好きなことイコール自分がするべきこと。それを伝えてくれてます。これがね、表層意識、表面に現れているあなた自身として出てますね。はい。なので、他のカードも見てもそうなんですけど、もしかしたら今月は一人になりがちかも。どっちかっていうと、周りの人とワイワイやるっていうよりかは、一人になる方が逆にいいかな。人とつながりを求める。人とのつながりを求めるよりも、もう思い切って一人になるっていうこと。それが今月良さそうですよ。結果的に。はい。周りの人とちょっと噛み合わないっていうところも出てくるかもしれないですね。なんで、もう思い切って一人になる。一人でやるっていうところが出てきそうですよ。そして好きなものを極める。これっていうことを突き詰めていく。そこに幸せがあるって出てます。で、これは表面に現れているあなた自身を表すハーミットと言いました。で、逆に表面じゃなくて、これは潜在意識って言いますけど、あなたの深い深い部分です。気がついてない部分。意識に上がってきていないところ。そこになんとデスカード逆位置が出てますね。はい、これ運命の転換期です。はい、自分を突き詰めていく。これだと思ったことをやっていく。っていうことが結局は運命をひっくり返すことにつながります。それからもう一つ、過去にね、この喪失のカード、貧乏カードが出ています。もしかしたら、何でしょうね、例えを挙げると、ご覧の押田さんは、例えばみんな持ってるもの、私は持っていないとか、お金だけじゃないですね。物質的なこともそうだし、何でしょうね。何か価値があるもの。みんなは持ってるけど私はないよっていうことだったり、自分だけ動けない。これ怪我してる様子ですね。なんで、自分だけ不幸みたいな思いがちょっとあったかもしれないですね。しかし、そんな過去があるとしたら、ひっくり返す時です。今月。運命の転換期。それから、生き返るという再生のカードでもありますね。なんで、生き返る、生き直す、再生する。それがですね、あなたの深層心理に出ておりますよ。なんで、今月、すっごい大事な時です。大事な時だし、このカードの出方すごいいいなと思います。この今という時大切にしてほしいですね。今を感じきる、今に感謝する。今までがあるから今がある。そして今を幸せとして生きると、この先もっともっと広がっていく。それがね、伝えてくれてることになります。運命の転換期。ひっくり返す時。そして、この先から、未来から見た時、今月があったから良かったなって思えると思います。はい。で、この先、未来が素晴らしいと、過去のこともひっくり返せるんですね。過去の認識をひっくり返せる。それは何かっていうと、あの時があったから、あのことがあったから、今、幸せなんだ。今うまくいってるんだ。という考え方に変えることができるんですね。とにかく、ひっくり返すっていうのが、一つのテーマでもあります。テーマであります。で、このことね、自分でね、ちょっと気がつかないんですよ、今回。この見た目と、この根底で動いていることがちょっと違うんですね。なので、この動画ご覧くださってよかったなと思います。今月あなたがやっていくことっていうのはひっくり返すことなんです。運命をひっくり返すこと。だから思う存分自分の好きなことをされてください。これだと思うことを追求してください。そして、自分自身と向き合うという方も出てくるかもしれないですね。外側の何か、外側の誰かに意識を向けるんじゃなくて、自分自身の内側に光がありますので、そこにね、意識を向けていってください。ものすごい広がっていくエネルギーがあります。はい、そしてね、このカードもすごいいいカードなんですよね。ワンドのナイト、なんと聖地、やる気満々、ノリノリ、イケイケ。もうゴーってカードですね。なんで、この感じ、すごい行動できるし、なんかやりたくなっちゃうっていうのもあるかもですね。
意識を向けていく方向、それから情熱を向けていく方向をちょっと考えるといいかもしれないですね。というのは、ご自身のエネルギーが上がってきているので、周りがちょっと頼りなく見えちゃうかも。周りの状況、環境とかそういうのを表すのがこのカードです。このカードも決して悪くはないんですよね。だけど、言葉にして言ってみれば、まだ成果が出ていない状態ですね。これから良くなる状態。頑張ってるけど、成果が出てないよっていうカードが周りの状況に出てます。なので、周りの人とか周りの状況、もっと大きく言うと、世の中かもしれないですね。そこに対して、もっとオラオラって言いたくなっちゃうかもしれないですね。あなた自身のエネルギーが高まってるし、多分思考も冴えるんですね。なので、ちょっと物足りないとか、一言言ってやりたくなっちゃうとか、そういった気分になりそう。自分は気持ちがね、上がっているから、周りなんでついてこないのみたいな気持ちになるかもしれない。そのように出ております。だけど、言ったように、今月は誰かより自分自身、自分の中身、そこにフォーカスをしていくっていうことがいい時です。で、それができる時だし、自分自身にフォーカスして、突き詰めて、好きなことを追求していく。あるいは、これが使命だとか、そういうふうに思うかもしれないですね。そこを追求していくことによって、ひっくり返していけるんですよ。だから自分に集中していきましょうと言いたいと思います。人のこと気になっちゃいそうですけどね。なんでダメなんだみたいな。人に限らず世の中のこと。もっとこうなればいいのにこうしろみたいな感じになりそう。だけど、そのエネルギーを外側に向けるより自分自身に向けていった方がいいです。そうしないともったいないです。とってもいい時なんで。それからね、うちの中に幸せがありますね。これ家族のカードです。家族ね、特にいないよっていう方は家族的な存在と捉えてほしいんですが、うちの中とか家族とか身内、そこに幸せがありますね。とにかくそうですね。自分の内側もそうだし、とにかく内側です。そしてこのソードのキングっていうですね、鋭いカードが出てますが、これ逆位置で出てるんですね。なんで、ここで言ったこととちょっと似ていますけど、責めたくなっちゃうかな。批判したくなっちゃうっていうところが出てくるかもね。自分自身が熱い気持ちも出てくるし、幸せ感も持てるから、人に対してちょっと言ってやるみたいな気持ちになっちゃうかもしれないですね。それが出ております。だけど、思考も感情も人に向けるより自分に向けていった方が、今回すごく実りがあるので、そんな方向にしていくといいんじゃないかなと思います。ちょっと一言言ってやるみたいな批判的な感じになりそうです。その反骨精神というかな、そういうのを自分のやることにぶつけていくと、すごい開いていく時ですよ。すごい力が出る時だし、ひっくり返したいと思っているものをひっくり返していける時ですね。それからストレスをね、ためないっていうことも今月の開運ポイントです。ストレスをためない。見た目とこの下にあるもの、表面化していないところですね、水面下にあるものがちょっと違うんですよ。すごい動きをしているんですが、動き方としては大きくない。ここで言ったように、後で目に見えて結果が見えてきたりとか、わかりやすく好転している様子が見えるのが少し経ってからなんですよね。なんでそのあたりでもしかしたらちょっとストレスになるというところが出てくるかも。なんでストレス解消していくように努めるといいと思います。ストレス解消の仕方をいろいろ揃えておくといいと思います。ただストレス解消はどちらかというと人と例えば飲みに行くとか人と遊びに行くとか人とお茶するっていうよりかは自分一人で何かストレス解消できることを持っておくといいと思います。それからよく寝るとか体を動かすですね。
体を動かすと良さそうですね。こう柔軟で風通しよく回していきたい感じがあるので、運動する。血の巡り良くしたいですね。運動する、ストレス解消する。筋トレとかストレッチとか良さそう。はい。それからこちら行きましょう。これがカップの4。これも一人でいますね。カップの4の聖地。それからまたソード逆に出てるんですね。やっぱり考え方の方向とか、そういったことも感じますね。そしてやっぱりね、鋭さがあるんですよ。ソードのエースっていうのは素晴らしいカードなんですが、自分の思考の向け方ですね。人よりも自分に向けていくって言ったんですが、だけど自分を責めすぎないでねっていうことも付け加えたいと思います。いろいろ極められるし、突き詰められる時なんですけどもね。自分を責めすぎない、人を責めすぎないっていうことも良さそう。それが一つの開運ポイントでもあります。カップの4なんで、早急に結果を求めるとかじゃないんですよね。ここで言った通りにちょっとつながりますけど、結果とか、ここで今月あなたがされたことっていうのは、少し時間が経ってから返ってくるんですよ。なんで、やっぱり休憩、充足、今ここにいて充足を感じるっていうことがすごい大事だし、同じくこれ内観のカードもあるんですね。ここと一緒で。なんで自分の内側を見つめていくということですね。行動したくなっちゃうけど、むやみに行動するというよりは、ちゃんと休憩してとか、ちゃんと整理して、そして動いていくっていうことが良さそうです。で、いろんな意味で内側を大事にしていくとね、すっごいいいですよ。今、この時、今月、幸せを感じるっていうことで、この先の未来も決まってきますからね。はい、この先の未来。やっぱりこの先の未来のためには、今の充足が大事なんですよ。充足っていうのが一つポイントであります。これ充電とか言ったんですが、ここにいて幸せを感じるとか、充電するとか、自分にエネルギーを蓄えるとかですね。内観していく。それが今月のポイントであります。はい、そしてこちらもお伝えしましょうかね。カップの3、逆位置。これ対策っていうことで出してるんですが、これ逆位置なんですね。やっぱり、これは女子会カードって言われるんですけど、お茶を飲んでみんなで楽しくやってるとか、楽しくワイワイみんなで軽やかにみたいなカードですね。これ逆位置なんで、やっぱりみんなでなんかするっていうより一人でいるっていうことが良さそうですよ。はい、人がいると人に対してちょっとストレスをためがちかもしれない。それは、温度差があるからだと思います。あなたについてこれないっていう人もいるのかもしれないですね。だからこそ、ストレス解消をするためには、人と一緒っていうよりかは自分一人でできることのが今回は断然良さそうですね。あともう一つ、ちょっと違う側面から言うと、足を引っ張られないようにですね、はい、足を引っ張られない、っていうのは、遊んじゃおうよとか、例えば、そんなのいいじゃんとか、あなたが突き抜けようとしている時に足を引っ張ってくる何かがあるかも。それは人だけじゃないですよ。例えば、ずっとテレビを見続けちゃうとか、スマホ見続けちゃうとかね、そういうことであなたの貴重なエネルギーとか時間が取られるというところを表してくれたりしますね。なんで、その自分のリソースの使い方を大事にしましょうとお伝えしたいと思います。ちょっとね、だらけたくなっちゃう。だらけたくなるというか、感じとしては、周りに足引っ張られるとか、時間取られる、時間泥棒なんて言いますけど、例えばね、あなたにずっとこう愚痴を言ってくる人だったりとか、そういう人ご注意です。それから人じゃなくても、なんかダラダラとずっと SNS 見ちゃうんだよな、みたいな、そういうあなたの時間、エネルギーを奪ってくるものに注意するといいと思います。このボトムもデビルが出てるんですよ。だからね、
ちょっと引っ張られやすいんです。楽な方に。楽な方に。楽な方に引っ張られないで、自分の決めたこと、追求したいこと、好きなこと、それを極めていくと、ひっくり返せる運命の転換期っていうのが来てますとお伝えしました。それからそのことね、多分ご自分で分かってると思います。あなたの深層心理をお伝えしてますからね。転換期、ひっくり返せる時なので、この1ヶ月の過ごし方、すごい大事になります。で、何よりも今ここにいて幸せを感じる、そこに感謝をする、そこから始まっていきますって伝えたいと思います。それからね、ご家族に感謝というのも出てます。そしてそれができる、それができやすいあなた自身であるということもお伝えしたいと思います。なかなか感謝できない時っていうのは当然あると思うんですよ、人間なんで。だけど今月は振り返れるし、それから自分の内側を見ることができるし、立ち止まれるし、内観できる時なんですね。なんで気づきがめちゃくちゃあります。気づきがめちゃくちゃあります。で、過去の、例えば喪失、失敗、辛かったこと、それもあってよかったんじゃないかな。あのおかげで今があるっていうふうに思えたりね、それかなりのレベルアップだと思いますが、そういったことができる、それができうるとき、そのようにカードが伝えてくれてます。ものすごい楽しみな1ヶ月かなと思います。はい。このように、タロットカードでお伝えしました。それからこの次ですね、オラクルカードでお仕事とか、それから愛情、そしてラストメッセージという形で3枚切っていきたいと思います。はい、それでは出していきましょう。まず、お仕事活動面です。それから、愛情面ね。愛情面出していきます。はい、開けていきましょう。すぐに出ましたね。愛情面すぐにできましたね。はい、こちらからお仕事活動面です。はい。バースト・オブ・マジック。蓮の花が出てますよ。48番。結構集大成っぽいな。で、こちらなんでしょう。はい。アズライト、ゲットレーザーフォーカスト。なるほど。集中って言葉がね、キーワードが出ましたね。軽やかに行きたいですね。今月は。押田さん、軽やかに行きたい。これだ。2枚出た。これは一番最後に開けましょう。はい。お仕事、活動面ですね。48番。今までのことが形になる。これは自動的じゃないですけどね。形にすることができる。バースト・オブ・マジック。これ気づきのカードでもあります。なんか集大成なんですよね。これご覧の方が今までやってこられたこと、お仕事、活動、それから人生そのものもそうですが、それを形にしていくと出てますよ。何でしょうか。なんか心当たりありますかね。いろんなことを形にできる。目に見えないものを形作ることができると伝えてくれてます。先ほどタロットカードのリーディングで、愚者のカードですね。ハーミット、正位置に出てました。そことね、すごい似てるんですが、作っていくときですよ。自分のそれを。はい。それをお仕事活動に反映することができる。で、今月はまだしっかりとした形にはならないかもしれない。だけれども、それを形作ることができる。気づきとか、様々な応援が入って、そしてそれをしっかりしたものに、あなたならではのものにすることができると伝えてくれてます。このカードっていうのは、ひらめきとか、気づきとか、マジックとか、そういったことを表します。見えないものを形にしていくっていうことをお伝えします。一つお伝えしたいと思います。見えないものを形にしていく。その見えないものはあなたの今までの経験かもしれないし、何か感じたことかもしれない。
それを伝えてくれてます。見えることが全てじゃないんですよね。さっきのタロットカードもそうでした。形になって目の前に現れてくるのはちょっと先と出てましたね。それとすごい似てます。なんでこのね、目に見えないものを作り上げていくって過程って結構大変だったりはするんですよね。辛い作業かもしれないですが、それが、素敵な形に、仕上がる。そんなスタートが切れるって伝えてくれてますよ。なんで気づきとかひらめきを大事にされてください。今月、あなたが作り上げていくもの、これから作り上げていくものをキャッチするんだと思います。何かもう心にある方はそれに取り組まれたらいいんじゃないかなと思います。形にしてそれを目に見えるようにするまでって結構大変なんですが、それができる時なんですよね。なんでなおさら自分の内面を見て、そして作り上げていくっていう作業をされてほしいなと思います。取り組む時ですね、そのことに。それからね、解説書で確認したんですが、やっぱりね、集中させるっていうキーワードがありました。集中させて、そしてそれを形にするみたいなところがね、書いてあったんですが、さっきもタロットカードのリーディングで集中って結構言いましたね。外側とか、誰かとか、自分じゃないものに意識を持ってかれないでっていうこともまた再びお伝えしたいと思います。集中つながりで言うと、こっちも集中なんですけどね、フォーカスって書いてあります。なんで、今月のキーワードは集中でございます。集中。はい。というのは逆を言うと、ちょっと気を取られやすい時でもあるんですね。あなたを試してくるのかもしれません。デビルっていう誘惑のカードも出てきましたから、何かやろうとすると、ちょっとね、気を取られたり、時間を取られたりしがちです。なので、そことうまく戦っていくというか、自分に集中していく。それが今月のポイントであります。盗まれないように、自分のエネルギーとか時間を。はい。そうすると、自分に集中していくと、そのことに集中していくと、素晴らしいものがね、形作られます。そのようにね、お伝えをしたいと思います。その感覚もされますね。このダウンロードするっていうんですかね、スピリチュアル界では。何かひらめきっていうのは宇宙からの何かをダウンロードするっていうことになります。それがまさしくできる時ですね。気づき、ひらめき、大事にされてください。そしてあなたならではのものを形にされてみてください。そのようにお伝えをします。ではこちら。アジャライト、ゲットレーザーフォーカスとまさしく集中しましょうです。はい、家族のカードも出てましたね。なので自分が愛するものに集中するっていうことがメッセージで来ております。自分の愛するお相手に集中する。気を取られないです。そして気を使う、気を配るとか心を使うっていうのはあなたが愛する人に向けてしましょう。やっぱりですね、あまり関係のない人とか、別に必要のない人、そこがあなたの意識を持っていく感じっていうのはちょっとあるんですよね。何でしょうかね。さっきのカードの並びもそうでした。なので、愛する人に集中してくださいとお伝えをしたいと思います。守るみたいな、そうだな、守る感じもありますね。これ魔除けのカードでもあります。あなたが守る必要が出てくるかも。愛する相手を。で、愛情面なので様々なパターンでご覧くださっていると思いますね。お相手がいらっしゃる方、パートナーいらっしゃる方、それからご家族愛でご覧くださっている方もいるかと思います。だからご家族を守るって感じがすごくきますよ。さっきも家族的な存在を表すカードっていうのが出てました。で、中にはね、ご家族がもう天国に行かれてるっていう方もいるかもしれないですけど、それも含めてです。含めてです。あなたが家族って聞いた時に思い浮かぶその方を守りましょう。そのようにお伝えしたいと思います。
今月の充実は自分の中、身内、ホームにあります。アウェイじゃなくてホームにあります。それから、これからね、出会いを求めているという方に向けてお伝えをすると、やっぱり、家族的な人、っていうのかな、身内として大事にしたいなっていうふうに思えるようなお相手、それがあなたのキーパーソンとなります。あなたにとってのキーパーソンとなります。なんか全然違う人っていうより、なんか馴染みがある、親しみがあるという方ですね。そこにあなたの幸せがある。その方があなたの幸せの元になるとお伝えしたいと思います。守るとか、家族、身内、内側。そんなキーワードがめちゃくちゃやってまいります。逆にね、また別の方向から言うと、気持ちが分散しがちな方もいるかもしれないですね。気持ちが外側に行っちゃうとか。そのあたりもこのカードが伝えてくれてます。集中していきましょうと。はい、そしたら最後、今月9月のラストメッセージ2枚出ましたね。これも同じく石のカードです。ちょっと外が騒がしいんですが、音入っちゃうかな。大丈夫かな。行きましょう。はい。サンストーン。明るい石が出ましたね。Take pleasure in the things you do. Let go. スモーキーコーツ。なるほど。なるほどです。第一チャクラな感じがしますね。やっぱり集中していきましょう。同じになっちゃいますね。っていうのは、聞い取られやすい。なんか気持ちが外側に行きやすいっていうのも一つあるんですよね。ご注意点としては。それから、人のことをなんだか批判したくなっちゃうとか、その批判する対象は全然自分と関係ない人だったりね、関わりがない人かもしれないけど、そういうふうに、外側に出やすいので、内側に集中、内に幸せがあるということをお伝えしました。それから、これ手放しですね。手放すことと、喜び。やっぱり喜びに集中していく。このカードがまさしく、一番初めにお伝えした、現状のカード。カップの10とつながりますね。はい。これ、感謝とか幸せですね。喜び、幸せ、感謝。そこに集中していきましょう。そこを見ていきましょう。ということです。それから、捨てていく。持ち物を少なくするといいと思います。それは頭の中のものでもそうだし、意識の中でもそうだし、少なくしていくっていうことが、これそうですね。そうそう。あれもこれも持つとか、あれもこれも考えるとか、あれもこれもやるではなくて、集中していく。しかも、あなたがポジティブに思えること、好きと思えること、ワクワクできること、大事と思えること、そこに集中していきましょうって伝えてくれてます。はい。そうすると、そのね、集中したものがどんどん拡大していきます。喜びが拡大していきます。幸せが拡大していきます。無駄なものを捨てて、必要と思うこと、大切と思うこと、幸せと思うこと、そこに集中していく。そうするとそれがどんどん増えていく。そのように伝えてくれてますよ。はい、こちらがラストメッセージでした。はい、このように出ておりました。はい、何か少しでもお役に立ちましたり、それから良かったと思われる方はチャンネル登録、それからグッドボタンをよろしくお願いします。そして今月のアウトプットとしてコメント欄に何か書いていただければ幸いです。はい、それでは素敵な9月でありますようにお祈りしております。では最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。また来月お会いしましょう。ありがとうございます。